皆さん、こんにちは。川崎です。今日はバタフライ第1キックは説明させていただいたので、第2キックについて僕の概念、こうやったらいいですよっていうのをお伝えできればと思います。はい。ということで、バタフライの第2キックについてなんですけど、僕は基本的に第1キックだけで泳ぎを作っていくっていう考え方をしているので、第2キック打っちゃうようであれば打っちゃっていいと思いますし、なしだったらなしでも全然いいと思いますし、それは、皆さんがやりやすい方が一番いいと思うので、ただ、その中で第1キックを蹴るなら、こういうところで、蹴った方がいいと思いますし、またはこういうところで動いているのが理想ですよっていうことを今日はお伝えさせていただければと思うので、よければね、高評価だったり、チャンネル登録お願いできればと思います。ということで行きましょう。どうぞ。はい。それではですね、バタフライの今日は第2キックについて解説させていただきたいと思います。前回はですね、第1キックについてちょっとお話をさせていただきましたので、今日は第2キックですね。皆さん気になるところだと思います。レッスンとかだと、あれですかね、1、2とかっていうタイミングだったりとか、ドーン、トンとかっていうような言葉を使って、ご指導されているコーチの方いると思うんですけど、僕は基本的に今見ていただいている映像で言うと、第2キック打ってるっちゃ打ってるんですけど、基本的には第1キックだけ練習して、バタフライの習得をしていただいているというコーチです。なので、第2キックの練習ってあんまり特にしないです。蹴っちゃうようであれば蹴っていいと思いますし、蹴らないっていうようであれば蹴らないでいいと思うんですけど、あんまり意識しないで触れれれば、いいのかなと思っています。その中で、じゃあちょっと意識して第2キックを蹴るんだったらどうやって蹴るんだろうってどういうのが理想なんだろうっていうのをちょっとお話しさせていただきます。重要なのは、第1キックの動画よりも、今ここの上にピョンと貼ってきますけど、うねりの方の動画の方が、大事かなと思います。なぜならば、第2キックだろうと第1キックだろうと、うねりのその自分が泳ぐ軌道に合わせたキックが必要になってくるんです。はい。ちょっと次第2キックのところで止めます。はい。もう一回いきますね。ちょっとゆっくり動かしましょうか。で、潜ってって上半身の向きが変わって、ここで第2キックをぴょんと。小さくって言ってますよね。で、ここで重要だったのは、この間のうねりの話でもそうですけど、ここが行って、ここが行って、はい。ここが行って、ここが行く。全部が同じところを通りますよっていう話をさせていただきました。そのことから今日は第2キックをちょっと考えていければと思うんですけど、今、この足って下に向かっていますと。で、体っていうのはギュイーンと今度上に向かっていくわけですね。これがうねりの順番として。で、体、今ちょっとオレンジで丸しましょうか。ここの部分はもう次上に向かっていきますよっていうフェーズなんですけど、ちょっと色変えますね。ここの赤で塗った部分っていうのは、まだ下に行かないといけないんです。なぜならば、同じところを通らないといけないっていうお話をさせていただきました。なので、今、オレンジの丸をしているところは次の段階では上に向かっていくんですけど、まだ足の段階ってまだオレンジのこの矢印の通り、下に向かっていくフェーズなんですね。それを考えた場合、ちょっと見てみましょうか。潜って上半身たちは指定の場所に行ったんで上に上がっていきます。で、腰が来ました。で、次足の番です。ここです。はい、止めましょう。ちょっと書きますね。この子たちはもうこう上に行くわけです。ただ、この子たちまだ下に行く必要があるんですね。その時に足をちょっと曲げてあげないと、綺麗なうねりの形って描けないんですよ。で、第2キックをどこで蹴るとかっていう考えをした時に、
場所というよりは、うねりの線に沿ったところで曲げるっていうのが一番かなと思います。なるべく簡単に伝えようと思っているんですけど、なんかちょっと難しくなっちゃってるとは思います。すいません、ご容赦ください。ここですよね。で、ここで見るとわかるのは、はい、もう一回。ここまではもう上に向かってますと。で、この膝から下、足とかすねとかはまだこっち向かってるんですね。で、そう考えてあげると、これはうねりの動作がこういう風になってるっていう状態です。なので、ここの、ここですよね。ここはまだ下に向かってますよ。でも、ももとか膝から上は上に向かってますよっていうのを考えてあげると、それを考慮して曲げてあげるのが一番、軌道に沿っているので泳ぎやすいのかなと思います。はい、皆さんすいません。難しくなってしまいましたね。もう一回その点注意して動画見てみましょう。はい、ここですよね。軌道に基本的には沿った第2キックがポイントかなと思います。だから、いつ蹴りますかとか、よくあるのは手のかきの位置とかで合わせてしまったりすると思うんですけど、第一にまず自分のうねりがどうなっているのか。で、そのうねりの線に沿って第2キックは膝をちょっと曲げてあげると、膝が曲がってても綺麗にうねってるように、ここですね。ちょっと戻しますね。これ分かりやすいかなと思います。もう一回いきますね。ここの子たちは次、こうやって上に向かっていくフェーズ来ました。なぜならば、ここを点だとしたら、ここの点を通過したからです。で、まだ、この後ろの紫にしましょうか。この子たちっていうのは、まだこの点に到達していないので、下に向かっている途中ですと。だから、膝を曲げないと、カクカクしたうねりになってしまうので、うねりの軌道を意識するのであれば、今のところをちょっと意識した方が、より良い、ちょっと戻しますね。第2キックができるのかなと思います。ちょっとゆっくり行きましょうか。スローで行きます。ここですよね。上半身たちは上に行きます。下半身たちは、下半身じゃないですね。膝から下はまだ下に向かっていきますっていうところです。もう一回行きますよ。ここから、ちょっと終わっちゃいましたね。ちょっとごめんなさい。戻します。蹴りました。ここです。これ、覚えておいてください。なので、コーチによっては、言い方としては、いつと言われたら、多分、腰が入るところだと思います。腰が入るところが、第2キックを蹴る瞬間かなと、回答するのであれば、私はそうやってお答えするかなと思います。ただ、原則は、この子たちは上に行くけど、まだ足たちは下に向かって進んでいますよっていうのが、考えるべきことであるのかなと思いますと。はい。どうですか皆さん。難しいですよね。そう考えると。なので、ギリギリまで第2キックも待ってしまっていいのかなと思います。考えとしては、蹴るというよりも、下ろすとか、抑えるとか、そういうイメージで使ってあげた方が良いかなと思います。だから、第2キックでパーンと跳ね上がっていくというよりは、よりうねりの減速を防いであげるために、蹴ってポーンと出るよりは、抑える、第2キックは蹴るより抑えるっていう考えで泳いであげると、より楽に泳げるのかなと思います。バタフライなんかは、2つの大きい足を2回思いっきり蹴ることが疲れに、大きな影響を与えるので、なるべく足の負担、ももの筋肉を使うのを減らしてあげた方が僕はいいと思ってるので、その第2キックって、重要なのかなと思います。なので、もし第1キックだけで泳ぎを作るって僕はそう思っているので、その上で第2キック、なんかコーチとか、知り合いの方、お友達から見てもらった時に蹴っちゃってるよっていう方は、意識してないで動いてる分は、おそらく体に合った動きをしてると思うので、そのままでも良いのかなと思います。
最後にもう一回、まとめとして、皆さん一緒にもう一回やってみましょうか。はい、止めますね。で、入水して入りました。この間やりましたね。第1キックしっかり曲げて蹴りますと。で、蹴ったとき、うねりになってますね。うねりがこう出来上がってますよと。はい。うねりが出来上がってますよっていうのを確認しましたと。で、その後潜っていって、はい。ここですよね。ここ。上半身たち。上半身たちは、もう腰も含めて、上にもう向かっていますと。ただまだ足の部分っていうのはまだこっちに向かっているので、重要なのは全部が同じ、すいません、点を通ってあげること。通ってない以上は上に向かない、上に行かないっていうのが、この間言ったみたいに全部が同じところを通るっていうことを考えると、この方が良いのではないかなと思います。こういう状態ですよね、ここから。で、ここでもう向きが変わりましたよね。ちょっとこれ消しましょうか。で、この時にもうさっき点がここだったので、もう全部通過したんで、向きはこっちにしちゃっていいと思います。はい。皆さんいかがでしょうか。自分のうねりちょっと振り返ってみてください。どこで第2キック蹴ってるのかなとか、それがうねりに沿った動きなのかなってちょっと見てあげると、良いのかなと思います。ということで、画像を戻します。はい。いかがだったでしょうか。バタフライの第2キックをそんなところで打つのかと思う人もいれば、まあそうだよねっていう人もいると思うんですけど、まあ、一つ参考にしていただければと思いますし、他にもいろんなね、考え方があると思いますから、僕もそこは習いながら、いつも皆さんの動画とかしいな、皆さんの他のね、コーチの YouTube とかもこういろいろ見てるんですけど、素晴らしいなと思いながら、そういうふうに説明するのかと思って、日々精進しなきゃなと思っているところです。ということで、次回もですね、楽しみに待っていていただければと思います。ということで、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。